多分明日。めでたいみたい。そうだね。二人パパシェラ皆さんこんにちは。二人パパのみっつんです。息子くんの日本留学編最終回、3ヶ月の留学を終え日本からスウェーデンへと帰るみつパパと息子くん。順調に見えたそのフライトでしたが、息子くんの涙の訳とは。そして北極圏周り約15時間のフライトの機内の様子に、リカパパとの1ヶ月半ぶりの再会までたっぷりお届けします。最後までお見逃しなく。それでは行きましょう。二人パパの飛行機が故障、子連れワンオペハードすぎる帰国フライト。7月初旬、みつパパと息子くんは東京の滞在先でパッキング中。数日前に3ヶ月にわたった日本への留学を終えた息子くん。出発日までの間には楽しい思い出を作ることができました。美味しいかき氷を食べに行ったり、仲良くなった友達を呼んでお別れ会をしたり、いとこの順平家族が東京に来てくれて一緒に東京観光をしたり、大好きな焼肉を食べに行ったりしましたが、いよいよ出発日。準備できましたか？準備できた。忘れ物ないですか？ないです。あ、それは置いてくんだね。友達の家に預けていきます。ありがとう、バイバーイ。出発は羽田発の夜便ということでしたが、荷物の多い子連れワンオペということで、友人が車で迎えに来てくれました。羽田に向かう途中も楽しい景色がいっぱい。あ、スカイツリーが見えるよ。この前登ったね。すごい新幹線が並んでるよ。うわ、新幹線すごいね。あれ、どの新幹線？あれは東海道新幹線で使われてる N700。 すごっ。そして到着したのが羽田空港第3ターミナル。実はこの日は友人に誘われ、飛行機の時間よりも随分早く到着し、隣接する商業施設にやってきました。日本の特産物をはじめとしたお土産屋さんや美味しそうな食べ物屋さんが並びますが、息子くんはこれを見つけましたよ。やっていい？おい、気をつけて。はい、チーズ。はい。でも今日のメインの目的はこちら。この商業施設の中のホテルには空港や飛行機を眺めながら入れる温泉があり、温泉のみの利用もできるということで、15時間のフライトの前にリラックスして体を万全の状態にできるというわけ。友達に勧められてきましたが、出発前温泉すごい気に入りました。そして日本での最後の温泉を満喫すると、送ってくれた友人に別れを告げ空港にチェックイン。スムースに搭乗の時間となりましたが、チケットを見た息子くん、なんだか心配なことがあるみたい。僕は席としたら席と少し心配してるけどさ。なんで？僕は C とあなたは A からね。ああ、確かに B がどこ行っちゃったんだろうね。二人パパパパと自分のチケットが A と C になってるのを見て、離れ離れになっちゃうんじゃないかと心配している息子くん。さて、その真相は？心配なの？16番着いた？どこだった？ 16番はここ。はい、B がないよ、ここ。 B がない。今回は15時間のフライト、しかもワンオペということで、帰りの便は少しだけ奮発してプレミアムエコノミーを取ったのでした。ここはね、実は最後にいいですよ。これの裏になんかあるです。これはね、実はね、これの裏にはこれがある。すごいね、キーボードがあるね。なんかあった？見て。これね、これ何？いつもより大きいテーブルだね。やっぱりじゃん、これは。でも今はしまっとこうか。気をつけてね、挟まないように。どうやってこれテーブルが私知ってたの？前に乗ったことあるから。これも見てみ、一度。いいよ。そして恒例、安全のしおりタイム。どうですか？だってはい。
こ見て。何？ちゃんと練習したね。右と左合ってる？ L と R。L がこっちだよ。それはするね。それ何？わかんないけどさ。何だろう。足を置く場所。とでも届かないね。何届いた？沈んでるだけだよ。あ、今なんかアナウンスあるかも。また次はいつ来れるかなと寂しい気持ちもありますが、いよいよ離陸。東京の夜景はちょっと遠かったですが、温泉でリラックスしていつもより広いシートということで、約15時間の空の旅も快適そうだなと浸っていたみつパッパ。来日する時のフライトがトラブル続きだったので、ほっとして最初のドリンクをいただき、そろそろご飯かなと思っていたのですが、ここで驚きのアナウンスが。今多分羽田を出て2時間ぐらい経ったんですけど、今からまた羽田に戻ります。まだこの後いつスウェーデンに戻れるかが分かりません。でもなんかレーダーの故障だったみたい。ウェザーレーダー、お天気のレーダー、例えば雲が前にあったら危ないでしょ。雷の中とか行きたくないじゃん。そういうとこに入っていくと危ないから、それが壊れてると危ないの。だからもう今日は一旦東京に戻るってことになりました。そしたら今日帰らないそれ。今日は帰れないね。明日。まだわからない。多分明日。今日はもしかしたらどっかホテルに泊まったりとかするかもしれないけど、まだちょっとわかりません。OK？ 今度。出たい。そうだね。でも危ない飛行機も怖いんじゃない？まあ、あと多分30分ぐらいで羽田に着くと思う。それまではちょっとテレビ見て楽しんでください。それ楽しめないけどさ。そうだね。3ヶ月間慣れない土地で頑張ってきて、やっと明日はリカパッパに会えると楽しみにしていた息子くん。羽田に戻り修理して飛べるのか、振り替え便になるのかなどの情報はまだなく、不安な夜になりそうです。離陸から2時間、夜12時になろうとするとき、羽田へととんぼ帰りです。皆様、羽田空港に着陸いたしました。そしてターミナルへ戻ると、そこからが長かったんです。どうぞ次のご案内までお座りのままお待ちください。今夜の12時40分です。多分今日はもうこの飛行機は飛べないから、一回多分降りることになりそうで、明日の朝までに違う飛行機、どの飛行機乗るかの連絡が来るみたいな。だから多分空港で待たなきゃいけない。ただこの時点ではどの便に振り替えられるかわからない状態だったので、翌朝までにメールが届くか届かなければ翌朝チェックインカウンターに赴いて確認するということに。そしてそれまでの間はホテルを用意していただいたということで、これで飛行機を降りれるのかなと思っていたのですが、乗客はすべて出国手続き済み。ホテルなどを利用するためには入国手続きをまたしなければならないということで、機内でパスポートを預け、合計で2時間待機。午前2時になり、ようやく飛行機を降りることができました。すべての預け荷物をまた全部引き取り、案内されたのが昼間に来たあの温泉のホテル。息子くんと2人でようやく部屋へとたどり着きました。あった。何も入ってないね。いや、なんかすごい広くて素
敵なホテルだね。いやー、疲れたね。ということでホテルに着きました。本当だったら今頃北極の上を飛んでいるはずだったんですけど、現在時刻は2時50分です。お疲れ様です。遅すぎじゃない。遅すぎだね。まあでもとりあえず寝ようか。明日しかもまた朝8時半までにカウンターに行かないといけないって言われたから。8時半のどの時？朝8時半。もう寝たらすぐ起きないといけない。何8時半？明日どの飛行機に乗るか教えてもらうために。OK。はい、どうぞ。はい、ありがとう。素敵なスリッパ。じゃあ寝よう。おやすみ。おやすみなさい。仮眠程度でもふかふかのベッドで眠ることができ、翌朝チェックインカウンターへ行くと、一部の他の乗客は振り替え便が早い人もいましたが、僕らは同じ時間の同じ便、つまり搭乗までまだ12時間あるということでラウンジで過ごすことに。息子くんはずっとテレビやゲームができると意外に喜んでいましたが、疲れすぎて途中はお昼寝も挟み、ラウンジのシャワーを利用し、レストランで日本最後のお寿司をいただき、ようやくまたあの搭乗の時間。でもそこに現れた機体はなんとスター・ウォーズの特別塗装機 R2D2 アナジェット。息子くんもテンション上がってました。そして乗り込むと、今回は窓側ではありませんが、昨日と同じプレーコシート。避難訓練もバッチリチェックし、スムースに離陸も済ませくつろいでいると、なんと最初のスナックについてきたナプキンが R2D2 デザイン。このレアな機体に乗れたのも昨日のトンボ帰りがあったから。ちょっと大変ではあったけど、安全第一で運航していただいて R2D2 ジェットに乗れてラッキーな2人なのでした。そして昨日は食べ損ねた食事の時間。どう？美味しそう？すごいね。お星様の形のハンバーグじゃない？これソーセージ。ソーセージだね。卵じゃない？中にソーセージ入ってるのかな？でソーセージタコに似てる。あ、本当？そうだね。タコさんウインナーは日本にいつもあるね。なんだかすごい豪華なお子様プレートに息子くんもびっくりだったんですが、ミツパッパは照り焼き丼かハンバーグドリア、どっち選んだと思います？正解はこちら、鶏の照り焼き丼でした。とっても美味しかったです。そしてご飯を食べると、ミツパッパも息子くんも眠りに落ち、ロシア上空を避ける北極ルートを通ったこの R2D2 アナジェットは、乗り換え地であるドイツフランクフルトへと近づきます。まあそりゃ15時間もかかるはずですよね。そして到着の1時間半前頃、朝食が配られたのですが、息子くんは食べれず仕方ありませんね。でもミツパッパが朝食をいただいている間に目を覚ました息子くん。日本の航空会社ということでアニメにドラえもんがあり、ずっとそれを見ていたようでした。そして予定より少し早く14時間半で目的地フランクフルトに到着。飛行機から降りると、そこには朝日を背にした R2D2 アナジェットが。これ今乗ってきた飛行機じゃない？そうだね。ああ、ここだとすごいよく見えるね。スター・ウォーズだね。写真撮ろうか。こうして一番長いフライトを終え、早速次の乗り換え便へ。今うん。マルリオと日本うん。かルリオと東京の真ん中ぐらいにいるかな。真ん中よりだいぶこっちに来てると思うよ。真ん中、今いる場所にこのストックホルムが真ん中ぐらいかな。ストックホルムだいぶ近づいてると思う。全部で3個乗るでしょ。そうだね。まず最初の1個。最初の1個で半分以上来たよ。さあ、あと2便飛行機を乗ればリカパッパに会える。
まずはドイツのフランクフルトからスウェーデンの首都ストックホルムまで約2時間のフライト。元気すぎじゃない？ 14時間の後に。そして登場していつも通り安全のしおりをチェックする息子くん。何か違いに気づいたようです。この前はここだけですね。うんふん。今そうじゃない。こう。あ、本当？ちょっと違う。この前はこうだったけど今こう。あ、本当。頭に手を当てるかどうかみたいなのが違うんだね。だからこれにはぶつかるといけないからね。ああ、そうね。確かにね。頭は一番大事でしょ。頭一番大事だね。頭に押すと硬いでしょ。頭気がしたら本当に痛くて。そうだね。命に関わるね。そしたら病院に行かなきゃいけない。しんどくやばいの怪我したら、頭にそこもしかしたら死ぬかも。そうだね。頭はぶつけると危ないね。本当に危ない。だからはい、ありがとうございます。息子くんのセーフティーインストラクションでした。さあ、ここからは一気に行きますよ。海鮮の中の離陸。疲れてはいるけれど、同時に家に近づいているワクワクも増してきます。ストックホルムアーランダ空港に着陸し、ここまで来ればあと少し。飛行機を乗り換え、恒例の安全姿勢の練習もしてまた離陸。海沿いのルレオ空港に近づくと懐かしい群島が見えてきました。出発するときは凍っていた海もすっかり夏の景色になっていました。そしてルレオ空港に無事着陸です。なので確かに4個の飛行機だったよ今回は。そうね、今回4回飛行機乗ったね。荷物はまだだと思うよ。レカパパいるか外見に行こうか。来てるかな。レカパパいるかな。いるといいな。車で迎えに来てくれると言っていたリカパパ。無事会えるでしょうか。いなさそうね。いないかな。あ、いた。ヘイヘイ。Jo, jag klipper lite grann. Åh, vad roligt att ni är här. Hej, familjekram, minikram. Ah, どこ使ってイエーイ。Finally! 疲れたね今日。すごい長い旅だった。めっちゃまた後でゆっくり喋るよ。Fyra flygplan? Ja. Okej. För det första flygplanet var nästan på men den återvände så det var 4 flygplan. Upp och så ner och landa. Bara upp, du får det lite flight men flygplanet någonstans hade gått sönder så den vände tillbaka och sen så stod den på ett hotell och sen nästa dag funkade. Okej, men hur kändes det då? Ja, det kändes ganska jobbigt. Ja, visst var det jobbigt. おいえってそして荷物を待っている間、 Vi ser om det har blivit något tungt. 重くなったかな？重くなったね。身長も伸びたしね。身長も伸びたね。預け荷物4つもすべて無事に到着。車に積み込むとお家へと帰ります。サービスです。まあ確かに。美味しいよ。いろいろある。やっと着いたね。空港からは車で20分。3ヶ月ぶりのお家です。ただいま。どう？帰ってきたって感じする？本当に。ああ、ファルモルがいっぱいお花用意しといてくれたんじゃない？すごい綺麗だね。
めっちゃ綺麗にしてくれてるじゃん。気持ちいいね、綺麗なお家。ただいまお家。息子くんが真っ先に向かったのはこちら。わあ、すごい大きいイチゴができてる。イチゴの季節だね。これ大きいね。これは取ってもいいってわかる。このイチゴも取ってもいいと思う？いいんじゃない？ OK、これ取って。これも取って。おいしいよ、このイチゴ。ほんと？洗った？洗った。そばもらっていい？OK。こうして長い旅路を終え、息子くんの夏休みがここスウェーデンで始まったのでした。ということで今回の動画で息子くんの日本留学編はおしまいです。全15本プレイリストも作りましたので、ぜひチェックしてみてくださいね。日本語力が急激に伸びた息子くんの様子も確認いただけますよ。そしてこれからの動画も楽しみにしていてくださいね。この後の次回予告はリカパッパです。最後までお見逃しなく。ヘイドー。さーて来週の2人パパはリカです。ミツオと息子くんが帰ってきた次の日、前から欲しかったものが届きました。本当は2人が帰ってくる前に設置したかったですけど、ちょっと遅れてしまいました。でもそのおかげで動画も撮れたし、家族みんなで一緒にパーティーできたので、結果オーライです。またこれから始まるスウェーデンの日曜もお楽しみに。チャンネル登録お願いします。さて次回は僕の秘密の買い物、白夜のファミリーパーティー、歌かったジャクシーナイトの3本です。次回もまた見てくださいね。 Sten, sax, påse. Vad blir det? I love you. 二人パパ。